はい、こんにちは。MD ジャックです。皆さんこんにちは、アイです。今回は、T ハイファイですか。また T シリーズのラインナップが追加になったんですね。パッケージのデザインが可愛いんですよ。宇宙ステーションがタンクボディになってるんです。ほんとだ、全然気づかなかった。あれ、ミミィちゃんが紛れ込んでるよ。これはサムネイル用だから、ジャックさんが入れ込んだんでしょ。さて、どうだったかな。 T4 プラス、私がお気に入りの T4 の最新モデルだね。たまには結論から言っちゃおうかな。ダメです。いつも通りにお願いします。なーにムキになってんだか。冗談だよ冗談。T4 の発売から1年半ぐらい経っていると思うので、これから買うなら2023版の T4 ってことで T4 プラスがいいのかなと思うけど、音質の傾向が少し違うんで置き換わるって感じでもなさそうだなぁと思って。ではそこは後ほど音質編でお話ししてください。そうしよう。T4 プラスの特徴はこんな感じで、 10mm のダイナミックタイプという点は T4 と同じだけど、ダイヤフラム素材のカーボンナノチューブがサードジェネレーションってことでアップデートされている。同じ 10mm の振動板でも上に記載のように設計変更で有効振動面積が 8% 増加。これって結構な差だよな。そうですね。それから振動板の軽量化による物理的特性が向上してるんですね。カーボンナノチューブというだけで性能いいって期待しちゃうのに、さらにレベルアップしてるとなると、やっぱり T4 のリリースから1年以上経った進化は大きいんでしょうね。次はスーパー式回路設計で磁気伝導率が上がってユニットフレームの強度が高くなってるのね。振動板以外のパーツはできるだけ振動させたくないわけだから、ここも良くなったのか。4つ目はドークラッドアルミボイスコイルを採用していて、日本からの輸入みたいです。ここでも振動対策をしてますね。 T4 との外観的な違いはミミィちゃんよろしく。はい左から見ていくわね。 T4 よりちょっと重くなってるけど 4g は十分軽い方だと思うのね。だから T4 が超軽くて T4 プラスは軽いっていう表現でいいと思うわ。次は接続部ね。以前は MMCX だったモデルが2ピンに置き換わってきてるみたい。タンクボディの時はねじるに対して柔軟な MMCX も結構良かったんだけど、これも自流なんでしょうね。フェイスパネルが木製なんだって。それっぽい色だなぁとは思ってたけど、こだわるよね。フィルターも変えてるわ。T4 プラスの方がメンテしやすいかな。タンクボディって一緒に置いてあると結構間違いやすいんだけど、今回は色合いがちょっと違うので T4 と間違うことはなさそうね。木製フェイスパネルに合わせてウッディな感じね。ケーブルも色に合わせた感じね。ゴーストランド高純度銀メッキエナメルケーブルで高い引っ張り強度があって絡まりにくいんですって。へえ、そういえばバンドルのイヤピに珍しく低反発タイプも入ってた。シリコンとスポンジのハイブリッドタイプね。愛は使ったことある。さっきちょっと使ってみたよ。低反発の中では反発性が強いのね。ワンサイズ小さめて装着しないと耳が痛くなっちゃった。愛はちょっと苦手かな。そっか、これは合わない人には合わないよね。では音聞いてみようか。 T4 プラスのお相手はもちろん T4 で、接続部の形状の違いでケーブルはそれぞれの付属ケーブルを、イヤピはスピンフィット W1 を使用しました。ではどうぞ。音量上がります。サウンドチェック。愛には T4 が低域も高域も強めに出てたかなという印象でした。今回イヤピは9種類測定してみました。全体像は左側でかなり重なってますね。 2.5 キロから6キロぐらいまで平坦に近いものが多く、中高域から高域はしっかり出ています。6キロあたりはちょっと減衰してほしいけど、ファイナルイータと落ち着きな感じだったので、ウィーザー DT100 かスピンフィット W1 の5から8キロあたりの特性が似ていて、ここは新しいイヤピを使ってみようということで、スピンフィット W1 で聞き込んでみました。
低域を拡大してみると、スピンフィット W1 は真ん中あたりの出方をしているので、平均値が取れて良さそうです。T4 と T4 プラスを重ねてみるとこんな感じで低域はほぼ同じに見えるけど聴覚上は T4 の方が強めに聞こえる。この帯域はわずかな違いだけど範囲が広いので T4 の方が厚みがある感じ。 T4 プラスは少しスッキリ感があっていいけどこれ以上の減衰はしてほしくないかな。5キロ手前から7キロにかけては T4 が強くシンバル系を聞くと違いがすぐわかる。ただ2キロ過ぎから4キロあたりまではあんまり強調してなくて4キロ過ぎから根域を作ってる感じなのでこれが T4 なのねと受け入れる。T4 プラスは2キロ過ぎからそんなに強調はしてないけど平均的に出てるよね。スピンフィット W1 で6キロ付近を調整したの正解みたい。確かにね、実際この部分は T4 と差があるけどその上の帯域は逆転状態になってるのでこの部分だけ EQ をブリックウォールにして聞き比べると差分は確かにあるんだけど全体で聞いちゃうとそれほど差は感じなかったね。でも傾向としては随分変えてきたよね。1年ぐらい前だと2から4キロあたりを落とすチューニングのモデルが結構多かったけどだいぶ変わってきたみたいね。最近のモデルは大概この帯域を出すようにしてるもの。流行りというかハーマンターゲットカーブに近づけようとしてるのかといった感じだね。今度は聞き比べた比較ね。 T4 は波形通りの印象で低域から中域がやや厚みがあってパワフル。 T4 プラスより少し荒々しく感じたわ。高域はシンバル系がやや前に出るのでクラッシュシンバルの後ちょっと他が聞こえづらくなる。ジャンルによっては T4 の方がパワフルでいいと思うわね。私もそう思ったよ。お気に入りモデルだけのことはある。いつものことだけど優劣ではなく好みの問題かな。一方 T4 プラスは第一印象からかなりいい感触だったんだけど聞き込んでいくとさらに良くなっていったんだわ。セミオープンじゃないのに開放感あり絶妙なバランス。タイトでありながら物足りなさを感じない低域。ベースバスドラのクリアさが心地よい。立ち上がりと減衰が早く感じサウンドステージに余分な音が残らない。クリーンサウンドをアピールしているのもうなずける。自然な分離感でいろんな音がよく聞き取れる。いくつかリケーブルしてみたが元がいいとどう変化しても納得できてしまうといった感じで今まで多少ごちゃごちゃした感じの曲が案外ずっと分離して聴けてしまうあたりが何気にすごいところ。ではまとめましょうか。2023年に最初にいいと思ったのはタングス ZTNU ペイデイエディションですが今のところ 10HiFi T4 プラスはそれに次ぐいいと思えるモデルで細部の徹底した改善の結果が出てるという感じでしょうか。1万円台という価格を考えるとかなりいい仕上がりになっていると思います。 T シリーズが好きな人にも小型でモニターライクな質感を求めている人にも聞いてみてほしいモデルです。ということで 10HiFi T4 プラスのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。 MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。